こんにちは、ブルーラグ上馬店の谷です。今日は、前回サドルの高さのお話をうちのメカニックのダンカンが動画でやらせてもらって、で反響をいっぱいいただいて、それのコメント欄でサドルの角度どうしたらいいですかというご質問をいただいたので、今日は角度のお話をしたいと思います。まずこれがその前回出てくれた、ダンカンの自転車です。彼は上馬のメンバーの中では一番スポーティーにバイクを乗る人間ですし、走るのも速いです。彼のバイクはサドルの座面よりもハンドルが低いポジションですね。サドルの角度っていうと諸説あるし、人によるし、用途にもよるので1個の正解とか答えっていうのはないんですが、それを踏まえてよく前傾ポジションを取りたい、もしくはスピードを出したいバイクに関してサドルを前をすごく下げちゃうバイクをたくさん見かけます。修理やお持ち込みで来ていただいたバイクでも少し前下げすぎちゃってるなという角度の方はたくさんいらっしゃいます。で僕も昔ピストバイクばっかり乗ってた頃とかはなんか前を下げた方がハンドルにいっぱい体重がかかった方が速く走れるんじゃないかと思ってそんな風にしちゃってた時期もありましたが、基本今お店でバイクを組む時角度は水平、サドルの座面が地面と水平になるようにポジションを作ります。前が下がると自分の体重がハンドルに全部寄っかかる。だから乗ってる時に腕が疲れる、肩が疲れる、背中が凝るなんて人はもしかしたらサドルが前下がりになってるのかもしれないですね。なので基本自分の体重は水平に作ったサドルの上に乗っけるっていう考え方でいいと思います。でこれを踏まえてこの水平っていうのが基本としてあるんですが、ちょっとここで違う自転車を見てみます。これは僕が通勤で主に使っているバイクです。荷物が多い時や普段乗り街乗りでよく乗ることの多いバイクです。で僕はダンカンと身長も股下も全く同じでほぼ同じ体格ですね。ただ彼の方がスポーティーなバイクに乗るのが慣れているのと、あと体が柔らかいです。僕体めっちゃ硬くて前屈全然できない人間なんですけど、なので僕がダンカンのバイクを乗るといつも思うのは、ハンドルが下にありすぎて辛いきついっていう印象を受けます。なので、さっきのダンカンのバイクに比べてこれ伝わるかな、ちょっと僕のサドルの方が前が気持ちお辞儀してます。でお辞儀させるとはいえやっぱりセオリーの水平っていうの範囲の中で少し前が下がってるですね。ここ見ると水平に見えちゃうのでお尻が乗っかるこの辺を見るとちょっとサドルのこの R が下向いてるのが分かります。で僕は体が硬いので前がちょっとでも下がってくれると低い位置のハンドルを持ちやすいので、僕のこのバイクのサドルの角度はここですね。ハンドルの高さだったりそのバイクについているハンドルの位置ポジションに合わせてサドルを変えるっていうような感じですかね。なのですごい神経質な細かな話をすると、お客様の中でもご自身でハンドルをカスタムできちゃう方って多分いっぱいいらっしゃると思うし、自転車のハンドルを変えるのってすごい楽しいカスタムでぜひやってほしいんですけど、ガラッと違うハンドル、フラットバーからライザーバーに変わったとか、ドロップハンドルやめてプロムナードバーに変えたなんて時はハンドルを変えたということはセットでサドルも絶対変えなきゃダメ、サドルの角度も変えなきゃダメです。もしも前のハンドルで調子いいのに、ハンドル変えたのにサドルいじってないってなるとちょっとそれは完全にカスタム完了してないということになります。でさらにちょっとまた別のバイク持ってきますね。これはまた別のバイクで、これも僕の通勤で主に使っているバイクです。さっきの緑色のバイクとほぼ同じ用途で乗ってるバイク
向こうの方が速い、こっちの方が遅いぐらいの差しかなく、同じ用途で乗ってる街乗りバイクです。でここからちょっと番外編なんですが、ブルックスのレザーサドルだけ他の、スポーツバイク用のサドルと違うルールで僕はお店で組み付けています。このバイク、横から見ていただくと分かりやすいと思うんですが、普通に見たらちょっと前上がりすぎ、上にしゃくりすぎに見えると思います。でこれの説明をします。このバイクはまずサドル座面よりもハンドルの方が高いバイクです。なので、同じ人間が乗るとしてもさっきのバイクとこのバイクでサドル角が一緒じゃダメです。下にあるハンドルを握るのと上にあるハンドルを握るので、お尻が自転車に乗っかる角度っていうのは変わるので、それに合わせて微調整する必要があります。加えてブルックスはちょっと特殊で、普通のサドルよりもお尻が乗っけて気持ちいいポイントっていうのが後ろの方にあります。イメージではこれ B17 っていう一番定番の形ですね。僕もこの形が好きでこればっかり使ってるんですけど、この一番広い面積のところにお尻のほっぺたって言ったら変な言い方ですけど、一番肉があるところを乗っけると快適ですね。でよくブルックスをスポーツ用のサドルと同じ角度でつけちゃっている方たくさんいらっしゃって、それもよく見るんですが、普通に真ん中、サドルのこの真ん中を水平出してつけちゃうと少し、お尻が乗っかる、実際に乗っかる部分が下り坂、前下がりになっちゃいます。なのでよく新品のブルックスに、乗った時に滑るサドルだなっていう印象を抱く人がいると思うんですけど、それはここが下り坂になって滑り台になっちゃってることですね。なのでブルックスは普通のサドルよりもややしゃくる必要があります。サドルの真ん中じゃなくて、自分がお尻乗っけるここを水平作るイメージですね。そうするとびっくりするぐらい快適に乗ることができます。僕のサドルもその角度ですね。実際乗っかってるのはここじゃなくてここだからですね。さらにちょっとこれもブルックスだけの話になっちゃうんですけど、ここで水平うまく作ったとしたら、その人の骨格とか体格とかによっては恥骨が当たって痛いって人が多くいます。でブルックスを買うと必ずオイルがついてくるので、その人はこの出っ張り部分、自分が当たって痛いなって思う部分にだけオイルを塗り込んで調整することもできますね。同じ人間が乗る違うバイクでもハンドルの位置、ポジションによってサドル角は変わるし、同じ体格の人でも乗る人が違ったら、用途が違ったらサドルの角度は変わります。そのぐらい十人十色だし、目的用途に合わせていじるべきところなので、平均的な角度で最初サドルがついて納車されていると思うんですけど、サドルの角度って気にしたことないなって人のもう10人中9人が、いじったらもっと良くなる可能性があるので、サドル変えては乗り、変えては乗りで一番自分が快適に感じる角度っていうのを見つけるっていうのがいいと思います。もしもサドルの角度分かんなかったり、質問があったらぜひお店でその辺の調整とかもやるので、ご遠慮なく各店のメカニックに相談してみてくださいって感じですかね。サドルの角度の話でした。以上です。さよなら。